ご視聴ありがとうございます。今回は一般募集、隠しモールド、フレンド募集を、いつ、どのような考え方で引くかという視点で、私の考え方をお伝えする内容になっています。そのため今回の動画は、直接的な攻略動画にはならないかもしれませんが、こんな変なことを考えて動画にしてる指揮官がいるのか、と、片手間に聞きながら参考になることがあれば取り入れてもらえたらと思って作成しました。ちなみに160の壁を越えていない指揮官は今回の考え方に縛られず、壁を越えるために引いていくのがいいと思いますが、最近は以前に比べて壁が低くなっているので余裕があれば、先を見据えて参考にしてもらえたらと思います。それでは本題に入っていきます。多くの指揮官の2家のキャラクター獲得方針は、特殊募集で強力なキャラクターや気に入ったキャラクターの確保、指揮官の優先度によって凸も、そして一般募集を筆頭にモールド、フレンドで凸を進めたり、泣く泣くスルーしてしまったキャラクターの入手が王道だと私は思っています。特殊募集の引くタイミングについては以前に動画にしているので、そちらを見ていただくとして、今回対象の一般募集を引くタイミングの話をしていきます。一般募集は排出 SSR を15キャラ足すピルグリムに限定できるウィッシュリストがあり、特に無備課金にとって理想の編成に近づけるためには特殊募集と合わせて重要だと考えています。ここではどういう基準でウィッシュリストに登録するかは指揮官ごとに変わってくるのと、2家について私より詳しい方が動画をはじめ情報発信されているのでここでは深入りしません。ただ、どんなウィッシュリストにするにしても一般募集を引くタイミングは必ず、今すぐに欲しい15キャラクターでウィッシュリストが埋まった時だと思っています。このようにすれば突然のピルグリムでびっくりすることがあっても SSR が出た時点で勝ちです。ちなみに私の基準はソロレイド 3PT までに入るキャラクターの入手と凸を進めることで、凸数は宝物の条件になるに凸、アタッカーはそれ以上の場合もとしています。多くの指揮官が考えると思われるウィッシュリストの基準は、強いキャラクター、欲しかったけどスルーしたキャラクター、推しキャラクターひいては貫突を目指すキャラクターなどがメジャーだと思います。何にしても、ウィッシュリスト15キャラクターが全て、今すぐ欲しいキャラクターで埋まった時が私の考える引き時です。また、そこまでしなくてもいいと思っていますがもう一点、引くタイミングとして考慮しているのは2家の年間スケジュール。2024年12月6日に発表されたディベロッパーノートで、季節限定キャラクターの復刻についての記載があり今後スケジュールが変わる可能性がありますが、2家の年間スケジュールはだいたい表示のようになっています。限定キャラクターは一般落ちしないこと、ピルグリムも一般募集で狙って引くのが難しいことから、限定やピルグリムがピックアップされている時期を狙って年に数回に分けて引くのがいいと私は思います。ただ、待ちすぎると引けなくなるのでほどほどに。次に企業モールドを引くタイミングについて、私はピルグリムモールドだけはハーフアニバーサリーのキャラが一般落ちする6月前後にまとめて引くようにしています。なぜならピルグリムの実装が11月のアニバーサリーから5月ハーフアニバーサリーの約半年間に集中しているからです。逆に言えばこれまでは5月から11月の間は実装されていないので、1年に1回運試しも兼ねて一気に引くようにしています。その他の企業モールドについては企業が絞られていても、欲しいキャラを狙うのは難しいので、近く欲しいキャラクターが一般落ちするならそれを待ってから引くくらいです。最後に金、紫モールド、フレンドを引くタイミング、私のような基準を設けていると全く引けない期間が出てくるので、その間の楽しみとして気楽に引いていくというのが私の立ち回り方です。全体をまとめると私が引くタイミングはこのようになっています。と言いつつ、実は私はここ1年間一般募集もフレンドも1回も引いてなくて、かなりの回数が溜まっているので、次の動画はフレンド募集1000回を引いて、確率は収束するのかを見ながらの雑談動画にしようかなと思っています。といったところで今回の動画は以上になります。何か一つでも参考になっていれば幸いです。ここまでご視聴ありがとうございました。良ければ感想などをコメントしていただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。